1995年に放送されたテレビアニメ、新機動戦記ガンダムウィング。作中では、始まりのモビルスーツであるトールギスと、5機のガンダムが登場し、中盤以降では、封印されたはずの機体であるウィングゼロと、トレーズが開発した敗者のための機体であるエピオンが登場しました。また、テレビ版の人気の高さから、続編として制作された作品、エンドレスワルツでは、5機のガンダムたちはモビルスーツデザインが一新されました。さらに、後年には、エンドレスワルツの、さらにその後を描いた小説、フローズンティアドロップが登場し、テレビ本編のストーリーでありながらも、エンドレスワルツで描かれたデザインを踏襲したモビルスーツたちが登場する漫画、敗者たちの栄光も描かれました。そのため、新機動戦記ガンダムウィングは、アフターコロニーという一つの実感軸でありながら、アニメ版と敗者たちの栄光版という二つのデザインが存在します。今回は、そんな新機動戦記ガンダムウィングにおける、始まりのモビルスーツ、トールギスと、本編に登場したガンダムたちについて解説させていただきます。オズ 00MS、トールギス。私が出ざるを得んか。ならばこのトールギスで。アフターコロニー195年、地球圏統一連合に対して反旗を翻す一部のコロニー居住者による地下組織が発動した作戦、オペレーションメテオによって、5機のガンダムとそれらのパイロットが地球に降下し、地球圏統一連合の軍事設備の破壊活動を行いました。このゲリラ戦的な動きに対して対応を迫られた地球圏統一連合は、既存のモビルスーツである DO やエアリーズを用いて、ガンダムの破壊や無力化を狙いましたが、失敗続きでした。そのため、DO やエアリーズでは歯が立たないという認識が広まっていきましたが、とはいえ、新型を今から開発したとしても、実戦投入には時間がかかるという問題に直面していました。そのような状況の中、トレーズ・クシュリナータが総帥を務める地球圏統一連合軍の特務機関であるオズのワーカー特使が未完成のまま20年間倉庫に眠っていたトールギスを発見します。そしてガンダムに対抗する戦力を求めていたゼクスとその部下は倉庫で眠っていた骨董品トールギスの再整備に取り掛かります。トールギスは20年前に開発された骨董品でありながらもアフターコロニー年代における全ての戦闘用モビルスーツの原型機です。開発を務めたのは、5機のガンダムを作り出した科学者たち5人に、ハワード博士を含めた6人でした。トールギスは、モビルスーツの兵器としての可能性を追求するため、単独での戦域への介入能力、拠点制圧を可能とする戦闘力、そして、確実に帰還できるサバイバビリティを備えることをコンセプトとして、防御力、機動性、攻撃力を並立させた最強兵器として設計されました。まず、防御力という面では、装甲にビーム耐性を有するチタニウム合金を採用がされ、高い防御力を獲得しました。なお、小説版ではガンダニウム合金が採用されているので、さらに防御力が向上しています。そして、これにより機体重量が増加して機動性が落ちてしまうことを考慮して両肩部に装備したバックパックバーニアで重量を上回る機動力を確保するという力技を用いました。また攻撃力という面では直撃すればガンダニウム合金にダメージを与えることも可能なドーバーガンとチタニウム合金を使用したビームサーベルを装備しています。トールギスは汎用性や扱いやすさを度外視した極端な設計思想で生み出されたがゆえに機体は大型になり、人間には扱えないという代物になりましたが、その分、開発から20年後の本編でも、最先端技術のガンダムたちと拮抗し得る性能を持っており、劇中では、機動性能を生かした一撃離脱戦法や、至近距離での白兵戦などが描かれています。機体としては、非常に高性能なものでしたが、欠点もありました。それは、人間には扱えないというものです。というのも、機体をフルスロットルにした場合、一瞬で15時以上まで達するため、パイロットに殺人的な加速による負担を発生させるという、パイロットのことを全く考えていない構成であるからです。旋回性能も、エアリーズの3倍以上、鋭角的な軌道をとっての戦闘を行うことも可能とされていますが、操縦するパイロットの肉体的限界を大きく超えるという問題を抱えていたため、トールギスは、数機分の予備パーツを残して、1機のみが製造されるだけにとどまりました。ちなみに、その予備パーツを利用して、トレーズが登場するトールギス2や、エンドレスワルツに登場するトールギス3が作られることになります。トールギス製造後、その設計をもとにして、大幅に性能を落として開発されたのが、量産機 DO となったため、トールギスはプロトタイプ DO とも呼ばれるようになりました。
フェイスガードを外すと、リオと同様の四角のカメラアイが見れることが印象的であり、各種プラモデルでも頻繁に再現されています。また、トールギスのスラスター技術は、後にエアリーズにフィードバックされることになりました。トールギスは、兵器としての開発が進められていたことから、本来であれば、リオのような戦闘向きの迷彩色になる予定のはずだった機体です。しかし、敗者たちの栄光によると、開発中のハワード博士が、幼き日のトレーズクシュリナーダと出会っており、戦場に必要なのは、大部隊の兵士ではなく、一人の英雄であるという思想から、トールギスの色を、エレガントな色にしてほしいと求められ、全体的に白色でまとめられました。ことはすべてエレガントに。トールギスの武装としては、ドーバーガンとビームサーベルです。ドーバーガンは、機体の全高を超える長さを持つカートリッジ式の大型火器です。未使用時は、右肩のハードポイントに献花されており、使用時には、アームを介して手持ちで構える形をとります。発射時の反動を抑え、命中精度を向上させるために、旧式のマズルブレーキを使用するという、外見的には古めかしいデザインとなっていますが、複数のモビルスーツを一射で消滅させ、チタニウム合金を上回る強度を誇るガンダニウム合金製のガンダムにもダメージを与えられる威力を持っています。その威力の高さからリオが使用する際は両手で抱える必要がありますが、トールギスは片手で打ち出すことが可能となっています。ドーバーガンはビーム弾説と実弾説があり、設定が定まっていませんが、劇中の描写ではビーム弾を打ち出しているように見えます。なお、リオでは実弾兵器となっています。また、ビームサーベルはシールド内側に2本装備されており、チタニウム合金製の柄を持ちます。ガンダムウィングの世界観において、ガンダムの名称の元となったガンダニウム合金は、チタニウム合金の強度をはるかに上回っているため、素材の特性上、トールギスのビームサーベルは、ガンダムのものより劣っているとされています。柄の素材によって、サーベルの合成が違うので、その分、ガンダムのビームサーベルよりも低出力になるということなのかもしれません。それでも、劇中では、戦艦を両断できるほどの出力を見せています。また、オープニングで、ウィングガンダムの左上腕を一撃で切り飛ばしており、さらに、劇中では、ウィングガンダムと互角の戦いを繰り広げていることから、十分な出力と思われます。ただ、ヘビーアームズの胸部を切り裂くことはできませんでした。ガンダム5機の中でも、ヘビーアームズの装甲は特に分厚いため、トールギスのビームサーベルの出力ではたやすく切ることができなかったのかもしれません。ゼクスは騎士道精神を重んじているとされているので、間違っても挑発的な戦い方をしたわけではないということなのでしょう。その目で見るのだ。戦いがいかに汚く卑劣であるかを。なお、その他にはミサイルポッドやライフルを使用する描写が一部ありますが、基本的には副兵装を持たず、その防御力、機動性、攻撃力という特化した性能を生かした強襲機体として描かれています。20年前の骨董品に再整備が施されて戦線投入されたトールギスは、ゼクスに引き渡される前に、ゼクスの部下であるオットーとクリがテストパイロットを務めます。しかし、オットーは機体の強烈な G に耐えきれず、肋骨や内臓を損傷し、トールギスは相当な暴れ馬とゼクスに苦言を呈します。登場するゼクスも、その驚異的な性能に耐えられず重傷を負うことになりますが、それでも数多くのモビルスーツを乗りこなしてきた自分自身を奮い立たせ乗りこなそうとしました。その後、オットーは負傷したゼクスに代わってトールギスに再登場し、サンクキングダム基地にそのまま突っ込むという形で、制圧には成功した代わりに命を落としましたが、それからはゼクスは乗るたびにダメージを受けながらも操縦のコツをつかみ、ついにはその性能を最大限に発揮できるようになり、ガンダムと互角の戦闘を行えるまでになっていきました。南極基地では、ヒーローが狩るヘビーアームズと互角の戦いを繰り広げ、その際にオズから送り込まれた70機の死角を短期で殲滅し、一時行方不明となりますが、ハワードに保護され宇宙へ上がります。宇宙でも、その強さは健在で、モビルドール部隊を相手にしても引けを取らない戦闘を見せつけました。しかし、ゼクスの操縦技術や反応速度が著しく成長したことや、新型のモビルスーツが次々と登場する戦火の中で、トールギスが過去の遺物と化していたことにより、テレビ版では最終的に漂流していたウィングガンダムゼロに乗り換える際に、モビルドール部隊へのおとりとして自爆し、その役目を終えました。自爆の際に、
ゼクスはトールギスに対して敬礼しており、彼のトールギスに対する愛着が伺えます。我が愛機よ、安らかに眠れ。新機動戦機ガンダムウィングエンドレスワルツ敗者たちの栄光におけるトールギスは細部でテレビ版と異なっています。まず大型ヒートランステンペストを装備しています。この装備はワーカー特使の残したデータから開発されたもので、灼熱化した槍で標的を貫く強力な攻撃兵装であると同時に、熱エネルギーを放出して防御することも可能な攻防一体の武装です。劇中ではウィングガンダムとの決戦時から投入されており、ゼクスが愛用した武装となっています。また南極基地でオズの部隊と戦う際にはハルバードと呼ばれる連結型の斧も装備しています。敗者たちの栄光のストーリー上は、宇宙に上がるまでは基本的にテレビ版と同じ流れで進んでいきます。しかし宇宙に上がってからはテレビ版と異なり、バーニア開発の専門家であるハワードの手で宇宙用のトールギスフリューゲルに改修されました。トールギスフリューゲルは頭部のトサカ状のパーツ形状が羽を模したデザインになったほか、背面のスラスターユニットがウィングバインダーに換装されており、機動力が大幅に向上しています。劇中ではトールギスのコンセプトを象徴するかのように、加速力を生かして一気に距離を詰め敵機を強襲する姿が描かれています。その後トールギスはデュオのガンダムデスサイズヘルとヒルデのリオーのコンビとの戦いで傷ついた末に、ウィングバインダーをウィングガンダムプロトゼロに移植してピースミリオン内に封印されました。さらばだトールギスよ。トールギスは殺人的な加速というこれまでにない個性を持つモビルスーツです。この殺人的な加速によってオットーは死亡し、ゼクスも最初は吐血していたはずが、使い慣れれば全く損傷せずに操縦できていました。例えば最近のマスターグレードトールギスの説明書などでは、トールギスの最大加速度が 15G と記載されており、新機動戦機ガンダムウィングモビルスーツエンサイクロペディアでは最大加速度が 20G とされているのですが、この力を計算すると時速 100km で走行する車が 0.19 秒で停止する際にかかる力が 15G、0.14 秒で停止する際にかかる力が 20G となり、人間が生存することはとても不可能な衝突事故の際に発生する力となります。つまりゼクスは突っ込みどころ満載な強靭さを兼ね備えた人物ということになるのです。私は乗りこなさなくてはならない。ガンダムを倒すためにな。 XXXG01W ウィングガンダム。お前を殺す。アフターコロニー180年代に全ての戦闘用モビルスーツの原型機であるプロトタイプ利用、すなわちトールギスを開発した6人の科学者たちによってコストと実用性を度外視して性能のみを追求した機体であるウィングゼロが設計されます。しかしウィングゼロはその危険性から製造されず、設計データは封印されました。その後かつて指導者ヒーロユイ・アカーンズと共にコロニー独立運動を行っていたバートン財団総帥デキム・バートンがオペレーションメテオを発案します。これは巨大なコロニーを流星がごとく地球へ落とし、混乱に陥った地球をガンダムで制圧するというものです。デキムはこの作戦を遂行するため5体のガンダム開発に出資します。こうして生み出された5体のガンダムのうちの1機がウィングガンダムとなります。ウィングガンダムは J ヌル、通称ドクター J がウィングゼロのデータを参考にして完成させた機体であり、ウィングゼロと同様変形機構や大火力武装のバスターライフルを持つなど、ウィングゼロの設計思想が強く反映されています。ウィングガンダムは代名詞ともいえるウィングユニットを持ちます。ウィングユニットはただ揚力を発生させるだけでなく、翼の分割パーツを稼働させることで機体の空力特性を変化させて、失速から音速飛行まであらゆる速度域に対応可能となっています。地上だけではなく宇宙空間でも同様に質量移動や内蔵されたバーニアスラスターを併用して高い姿勢制御が可能です。またオペレーションメテオで地球に降下した5体のガンダムの中で唯一変形機構を持ちます。バードモードと呼ばれるこの形態はスラスターの推力ベクトルを後方に集中するよう組み替えることによって単独での大気圏突入能力を持ち、大気圏内での長距離飛行が可能です。なおウィングゼロのオーバーパワーな部分をオミットした結果、ウィングゼロよりも大気圏内の飛行能力が向上しています。胸部中央にはサーチアイと呼ばれる情報収集機器を持ち、
頭部のメインカメラでは収集できない映像や電波情報も補足できるようになっています。コックピットは頭部と連動するようになっており、メインカメラが捉える方向にコックピットも正面を向くようになっています。武装としては、まずバスターライフルを持ちます。ウィングゼロのツインバスターライフルは、機体本体からエネルギーを供給する方式ですが、ウィングガンダムは、エネルギーを縮体して詰め込んだ専用カートリッジ方式が採用されました。カートリッジ式を採用したことから、他の機体でも使用可能であり、劇中では、アニメ内で、カトルがエアリーズに登場して使用しているほか、漫画、敗者たちの栄光では、ヒーロがリオーに登場して使用しています。カートリッジは、バスターライフルの重心に3機装着しており、大火力の代わりに、最大3発しか撃つことができないとされています。敗者たちの栄光版では、両腕に、合計6発分の予備カートリッジを収めた専用ラックを献花することで残弾数が増えましたが、このカートリッジは軍用の補給施設でないと再充填できず、さらに個々が奮闘するオペレーションメテオの作戦中は補給が容易ではないため、漫画敗者たちの栄光ではヒーローが常に残弾数を意識する様子が描かれています。ウィングガンダムのバスターライフルはウィングゼロのツインバスターライフルを元に設計されていますが、出力はツインバスターライフルの半分以下に抑えられており、ガンダムを大量殺戮の道具にしたくないというドクター J の意思が見受けられます。しかし、それでも最大出力時の火力は絶大であり、マスターグレードウィングガンダムの説明書によると、射撃時のエネルギーは中規模都市の1日の消費量にも相当し、半径150メートル範囲の敵や建物を破壊してしまうほどの威力を持ちます。ただし、劇中では低出力で使用しているように見受けられるシーンもあります。そこで、出力は切り替え可能なのか、また、低出力でも3発しか撃つことができないのか、調査してみました。まず、電撃データコレクションや HGAC、マスターグレード、ウィングガンダムの説明書には、最大発射数について記述されておらず、リアルグレード、ウィングガンダムエンドレスワルツ版の説明書では、出力を調整可能と記載されています。次に、新機動戦機ガンダムウィング公式サイトやガンダムパーフェクトファイルの説明では、総弾数は3発となっています。そして、144分の1ウィングガンダムや公式モビルスーツカタログでは、3発の発射が可能となっており、モビルスーツバイブルやモビルスーツエンサイクロペディアでは、最大で3発まで発射可能となっています。アニメ劇中では、作戦ごとに3発以内しか発射しておらず、敗者たちの栄光版では、補給を得られない複数の作戦全体を通じて、予備弾倉を含めた9発しか撃っていないことから、出力を調整できるかは不明なものの、最大発射数は3発であると思われます。ただし、ピクシブ百科事典やニコニコ大百科といったネット情報では、出力を調整することで、3発以上の発射が可能とされています。もしかすると、一部の文献ではそのように記述されているのかもしれません。世界で起きていたことを教えてくれないか。その他の射撃兵装としては、頭部バルカン砲と肩のマシンキャノンを持ちます。牽制用兵装として、中近距離で効果を発揮します。エンドレスワルツ版ウィングガンダムではデザインが変更されており、頭部バルカンは廃止され、剣部、マシンキャノンは収納式となりました。近接武装としては、1機のビームサーベルを持ちます。テレビ版ではシールド内に格納されており、シールドが中折れして抜刀する姿が印象的となっています。エンドレスワルツ版では中折れ機構が省略され、シールド裏側から取り出すように変更されています。シールドは実弾兵器のみならず、ビーム兵器を減衰して防ぐことが可能な高い防御性能を持ちます。テレビ版では先端にセンサーが設けられており、打突武器として使用することも可能です。ウィングガンダムの開発が行われる中、ドクター J はある少年と出会います。ガンダムに乗ることを承諾した名もなき少年は特殊な訓練を受けて育ちます。少年は常人をはるかにしのぐ身体能力と強靭な精神力を身につけましたが、兵器になりきることができず、優しさを捨てられませんでした。そのため、コロニーを地球に落とすという大量虐殺、オペレーションメテオが命令されれば、すぐに自爆装置を作動させ、ドクター J と研究所のすべての人間を殺すことを考えます。しかし、オペレーションメテオ発動時にドクター J から与えられたコードネームはヒーロユイ。宇宙の平和的指導者の名前を与えられたことから、
コロニー落としは実行しないと知ったヒーローは、ウィングガンダムで地球へ降下していくのでした。命なんて安いもんだ。特に俺の。出撃したウィングガンダムは、シャトルに偽装して地球へ向かう途中で、オズと交戦しますが、スラスターを損傷して海に水没します。回収したデュオが、ガンダムデスサイズのパーツを盗み、修理して、再び任務を遂行していきます。その性能の高さをオズに見せつけるも、シベリアでの戦いの中で、コロニーを盾に取られ、自爆します。ヒーローと決着を望むゼクスが、トールギスの予備パーツを用いてウィングガンダムを修復しましたが、施しが過ぎるとして、ヒーローは、ウィングガンダムではなく、ガンダムヘビーアームズに登場してゼクスと戦い、一方で、トロワ・バートンがウィングガンダムに登場して、ロームフェラ財団のモビルスーツ部隊の襲撃に備えました。その後、ヒーローは、目立つのを防ぐため、ウィングガンダムを地球に捨てて宇宙へ上がります。宇宙での数々の戦いを経て、サンクキングダムで、再びウィングガンダムに登場しました。しかし、ルクセンブルクで、ビルの部隊の前に太刀打ちできず、ウィングガンダムを捨てて、トレーズが用意したガンダムエピオンに乗り換えました。そして、ヒーローが乗り捨てたウィングガンダムは、最終決戦、イブウォーズにてレディアンが登場し、トレーズのトールギス2を、ディーブラの手法から守るためにかばい、大破しました。敗者たちの栄光版では、テレビ版と同じ扱いを受けていますが、細部が異なります。ガンダムデスサイズのパーツで修理した後、ガンダニウム合金を搭載したシャトルを襲撃して、バスターライフルの予備弾倉を製造している様子が描かれています。また、シベリア戦では、バスターライフルのカートリッジを用いて自爆します。そして、サンクキングダム戦とルクセンブルク戦では、バスターライフルをさらに強化するサポート武器として、メッサーツワークが追加されています。これは、プロトゼロのゼロシステムに残っていたベータから完成させた兵装です。非常に強力ですが、ガンダニウム合金が用意できず、代用の材料で製造したため、一発撃つだけで自壊します。ヒーローは、単体のビームガンとして使用するほか、バスターライフルに、メッサーツバークを3機装着した強力な携帯、ドライツバークバスターとしても使用しています。搭乗者である、ヒーローは、任務を遂行するために、最適な手段を取る、冷静で的確な判断力を持っており、ガンダムは、あくまで、任務遂行のための道具としか考えていないため、ウィングガンダムは、優れた性能を持ちながらも、活躍の機会が少ない機体となりました。ヒーローは、自分を兵器と割り切るために、本来の優しさを押し殺していましたが、リリーナと出会い、徐々に、その優しさを取り戻していきました。強烈な出会いから始まった二人の関係ですが、最後は、ヒーローは、自らが編んだぬいぐるみをリリーナへプレゼントして、逆に、リリーナは、出会った時の仕返しとして手紙を破り捨てるというエンディングとなっています。こういった対比も、新機動戦機ガンダムウィングの面白さを際立たせた要因の一つではないでしょうか。感情で行動することに異論はない。そう俺は学んだ。なお、公式サイトによると、主役機であるウィングガンダムのコンセプトは、撃ち落とされるガンダムであり、企画時点でのタイトルはメテオガンダムだったことが明かされています。このコンセプトに沿って制作されたがゆえに、前作の機動武闘伝 G ガンダムの最終戦で、次回作の主役機として登場するも撃墜され、オープニングでもボロボロにされ、そして、劇中で何度も破壊されたのかもしれません。一つだけ忠告がある。死ぬほど痛いぞ。XXXG01D ガンダムデスサイズ。おらおら、死神と疫病神のお通りだ。地球圏統一連合に対抗するべく、コロニー独立運動を行うデキム・バートンは、オペレーションメテオを発案し、5人の科学者たちに出資してガンダム開発を進めました。その中で、ステルス技術の権威であるプロフェッサー G が生み出した機体がガンダムデスサイズとなります。プロフェッサー G は、ウィングゼロとは全く異なる独創的なモビルスーツ開発に挑戦しました。それは、レーダーから姿を隠すステルス性によって時期を守りつつ、敵に近づいて確実に仕留めるという手段でした。そのため、ガンダムデスサイズは、5体のガンダムの中で、最も機動力が高い機体になっています。また、ガンダニウム合金の特性として、周囲の状況によって、対衝撃性、耐熱性、耐食性を変異させることが可能なので、その性質を生かして、バックパックに搭載したハイパージャマーと組み合わせることで、外部カメラやレーダーなどから
完全に姿を消しているように見せることができる機体に仕上がりました。武装としてはテレビ版とエンドレスワルツ版で似た装備となっています。まずデスサイズの代名詞ともいえるビームサイズを持ちます。その名の通り鎌の形状をしたビーム兵器で、劇中では数々の敵をなぎ払ってきた兵装です。テレビ版ではビーム発信機の角度を変えて槍のようにすることも可能で、アニメではウィングガンダムの自爆装置を解除する際に機体へ突き刺す描写が描かれていますが、漫画版敗者たちの栄光ではビームサイズの先端が見えにくいように描写されています。左腕にはバスターシールドを持ちます。先端が開閉式のクローになっていて、中央からビームが発生します。劇中では主に一度きりの射撃兵装として使用しています。その他には頭部バルカンと剣舞マシンキャノンを装備していますが、エンドレスワルツ版ではマシンキャノンは廃止されました。パイロットであるディオはもともとは名もなき繊細孤児でした。6歳の頃に出会ったソロという名の少年が新種のウイルスにかかっていたので、ディオが医療施設からワクチンを盗み出して注射したものの、時すでに遅くソロは死亡してしまいました。そこでソロの死からいつも一緒という思いでデュオと名乗ることになりました。同じ孤児たちと盗みを働いて暮らすデュオでしたが、1年後デュオはマックスウェル教会の老神父に気に入られ、そこで暮らすことになります。そして教会のシスターヘレンに長い髪を三つ編みにしてもらうのでした。いやいやながら学校に通うデュオは天性の勘と才能で学年トップの成績を収めるほどの才能の持ち主であり、ヘレンと教会の老神父の無償の愛もあって楽しく暮らしていました。しかし連合によって教会は焼き討ちに遭い、後にマックスウェル教会の惨劇と呼ばれる悲劇によってデュオの幸せは奪われてしまいます。そしてアフターコロニー192年、後にピースミリオンと呼ばれる作業船の食料庫に盗みに入ったデュオはプロフェッサー D と出会います。そして身近な人間の死と自分が生き残ってきた宿命から死神を名乗り、ガンダムデスサイズのパイロットになりました。その後オペレーションメテオがコロニーを地球に落とす作戦と知った際は大量殺戮の道具にされることを嫌い、相棒を破壊する道を選択します。しかしプロフェッサー G の作戦によりデスサイズを盗み出したことにしてコロニーを落とさないオペレーションメテオを実行するのでした。逃げも隠れもするが嘘は言わないデュオマックスウェルだ。地上に降りたデュオはハワードを頼り戦いを繰り広げる中、名も知らぬガンダムパイロットを助けたはずがデスサイズの部品を取られるといった出来事もありましたが、エンドレスワルツ版では修復と同時に新たな装備が登場しました。それがルーセット装備となります。これはバックパックに追加装備された大気圏内飛行用の可変翼ユニットになります。ウィングガンダムと同等の空中での機動力を誇りますが、航続距離は限界があります。基礎式がオズに降伏した後はデスサイズとともに宇宙に帰還しましたが、消耗が激しく、さらに地上仕様だったこともあってトーラス部隊に敗北します。さらに自爆回路が故障して自爆することもできませんでした。そして鹵獲されたデスサイズは見せしめとしてオズに潜伏していたトロワの利用によって破壊されました。その後オズの新型モビルスーツを開発する5人の技師の手によってガンダムデスサイズヘルに改修されていくことになります。俺と一緒に地獄へ行こうぜ。ガンダムデスサイズヘルは宇宙船に対応できるよう機動力の強化が施され、さらにメリクリウスのプラネイトディフェンサーの技術を応用した特殊装甲アクティブクロークが増設されました。これによって防御力が大幅に向上しており、さらにハイパージャマーとの相乗効果でほぼ完璧に金属反応を消すことが可能になりました。なおハイパージャマーはバックパックに搭載されているものに加えて胸部の増幅装置リブジャマーを併用することで効果を高めています。エンドレスワルツ版ではバックパックのハイパージャマーがありませんが、両肩部にハイパージャマーとリブジャマーがまとめて搭載されています。武装としてはまずテレビ版はアクティブクロークの器具が両肩に接続されているので剣舞マシンキャノンが撤廃されました。ビームサイズはビーム発生器が2つになり、バーニアも追加されたので威力が強化されています。エンドレスワルツ版は OVA 版では1枚刃でしたが、敗者たちの栄光でツインサイズになりました。ただし
こちらでは縦と横方向に1箇所ずつになっています。バスターシールドはビーム刃の出力やスラスターが強化されたので射出速度が向上しています。テレビ版では改修前と同じく射撃兵装として活躍していましたが、エンドレスワルツ版では排除されビームサイズのみで戦うようになりました。しかし敗者たちの栄光版ではホーネット装備として両腰に2機装備されており、前方に射出する様子が描かれています。デスサイズヘルの完成を前にしてガンダムパイロットの抹殺を目論むツバロフによってローの空気を遮断され、デュオとウーフェイは危機に瀕しますが、なんとか脱出することができました。そして完成度 70% の状態でビルゴを圧倒した後、ジャンク屋を営みながらオズ部隊を襲いパーツを収集して完成へとこじつけます。居場所を突き止められ、ウィングゼロの実験に強制的に協力させられますが、ウィングゼロによって暴走するトラントを撃退しました。その後はホワイトファングの協力を拒み、他のガンダムパイロットと合流してハワード率いるピースミリオンに乗り込みます。リーブラに潜入したヒルデの危機を救い、ヒーロとトロワのデータが組み込まれたバイエイトとメリクリウスを一人で撃破しました。またリーブラの地球落下作戦を阻止するため、クロークに5人の科学者を張り付かせたまま戦場を強行突破するという無茶をやってのけています。今度作るときは俺のデータを組み込むんだな。エンドレスワルツでは小回りの利かないはずのシャトルで強行突破するという無茶をやってのけ、リオをダッシュしますが、トロワが狩るサーペントに歯が立たずやられてしまいます。しかし最終的に戦争を終わらせるためデスサイズヘルに登場して戦い抜きました。デュオはぶっ飛んだ性格のキャラが集まるガンダムウィングの登場人物の中では常識人と言われるキャラクター性と、相反して死神さながらの戦い方をするその姿は高い人気を誇っています。主人公のヒーロとは対照的な明るい性格で、ヒーロとのデコボココンビっぷりを発揮して作品を和ませることが多い一方、貧乏くじを引かされることが多いデュオですが、放送当時のガンダムウィングのキャラランキングではダントツの1位のキャラになっており、パラレル小説右手に鎌を左手に君をや敗者たちの栄光では実質的な主役として描かれています。またエンドレスワルツの数十年後の世界を描いたフローズンティアドロップでは、デュオはファザーマックスウェルという名になり、血のつながらない息子のデュオがデスサイズに似た機体ワーロックに登場します。ワーロックは獣と思わせる四つ足形態フェンリルに変形可能な機体とされていますが、未だそのデザインは公開されていません。なお2020年にはガンダムフィックスレギュレーションメタルコンポジットでスノーホワイトのプロトタイプと思われる機体スノーホワイトプレリュードが登場していますが、ワーロックは発売されていません。しかし発売されたデスサイズヘルは両端に鎌を持つフリューゲルモードや両腕先端にビームソードを発生させるバスタースティンガーを搭載し、さらにレイブン形態やレイブンクロー形態に変形できるという凄まじいアップデートが施されているので、ワーロックのデザインが公開される日にはさらに驚きの装備を見れるかもしれません。よーし、この仕事が終わったら極上のシャンパンを飲もうぜ。 XXXG01H ガンダムヘビーアームズ。名前などない。どうしても呼びたければ名なしていい。5人のガンダム開発者の一人にして火器管制システムの権威、そして女装趣味を持った変わり者で、かつて H 教授と共にマグアナックの原型となるアクイラを開発した人物であるドクトル S は、オペレーションメテオを計画するバートン財団のお膝元である L3 コロニーにおいてガンダムヘビーアームズを開発しました。しかしドクトル S や作業員たちはオペレーションメテオが5つのコロニーを地球へ落とし混乱する地球圏を5機のガンダムで制圧する作戦と知り、この大量虐殺を伴う作戦に異を唱えました。オペレーションメテオはあくまで指導者ヒーロユイを暗殺された復讐であり、大量虐殺は目的ではないと考えるドクトル S でしたが、ヘビーアームズのパイロットとして登場を予定していたバートン財団のトップデキム・バートンの愛人の息子であるトロワ・バートンはバートン財団の考えに反すると憤慨し、デキムにこのことを報告しようとしました。そんなトロワの行動に激高したドクトル S の助手はとっさに彼を射殺してしまいます。この時物陰から現れた人物が作中でトロワ・バートンを名乗ることになる人物、通称ナナシでした。ナナシはヘビーアームズの整備士を務めていた人物で、もともとは地球の傭兵部隊出身です。自らの帰る場所を求めて
各地を転々としていましたが、フローズンティアドロップ過去編によると、アフターコロニー190年に移民船の修理を担当したドクトル S の補佐を行ったことがきっかけで、エンジニアとしての腕を買われ、彼の下で整備士として雇われたとされています。幼い頃から傭兵として親しんできたモビルスーツの整備はナナシにとっては天職で、対外的には無口な振る舞いをしているものの、特にヘビーアームズに対しては心の中で会話するほど入れ込んでいました。トロワ・バートン射殺の際、偶然その場に居合わせたナナシはドクトル S たちの前に現れると、本物のトロワの死をごまかし、自分がトロワ・バートンとしてヘビーアームズと共にオペレーションメテオに参加することを提案します。ヘビーアームズは気に入っているが、大量虐殺に興味はないというナナシはドクトル S に認められ、トロワ・バートンと名乗り、ヘビーアームズと共に地球へ降下していくのでした。始めるか、俺の自爆ショー。ガンダムヘビーアームズは、かつて設計されたウィングゼロから火力の特性を引き継ぎ、短期での制圧能力を重視して設計されました。そのため、多彩な火器を全身に装備した重砲撃機となっており、その戦力は戦艦3隻から5隻にも匹敵するとされています。しかし、その反面、重武装によって機体重量が増加しているため、大出力のバックパックを装備することで、この問題を解消しています。武装としては、まず左腕を覆うビームガトリングを持ちます。不使用時にはバックパックに献花でき、フォアグリップを展開することで射撃を安定させることも可能で、シールドも備えられている攻守一体の装備として機能します。左腕部にのみ装備されていることから、機体のバランスが左側に偏る問題が発生しており、機体の設定を更新して対応することも可能でしたが、トロワはガトリングを投棄して格闘戦を行う際の弊害を考慮し、あえてアンバランスな状態のまま普段の戦闘をこなしています。頭部には2門のバルカン砲を搭載し、両肩にはマシンキャノンを内蔵、さらに胸部装甲カバー下に2門のガトリング砲を内蔵しています。敵機を牽制できる機関砲ですが、静車時は1分と経たないうちに弾切れとなります。次に両肩アーマー内には計6発のホーミングミサイルを搭載しています。熱門や電磁波を探知することで敵を自動的に追尾します。両脚部ランチャーポッドには12発ずつのマイクロミサイルを搭載しています。書籍モビルスーツエンサイクロペディアによると、このミサイルは追尾性能を持ちませんが、胸部ガトリング砲と合わせて正面への攻撃能力を向上させています。そして右腕にはアーミーナイフが固定されています。攻撃範囲は狭いものの敵機をたやすく切断することのできる鋭い切れ味を誇ります。ガンダニウム合金製ナイフとされていて、ビーム刃と切り結ぶシーンも描かれているため、非常に堅牢なことが伺えます。また、南極ではエアリーズを回転しながら切り刻む姿が印象的な武装となっています。ガンダムを見たものを決して生かして返すわけにはいかない。ヘビーアームズは移動爆撃機ともいえる火力を持ち、特にフルオープンアタックとも呼ばれる一斉発射によって短期での高い制圧能力を持つ一方で、弾切れ時はアーミーナイフしか使用できなくなるので、極端に攻撃力が低下します。しかし、幼い頃からモビルスーツ戦を経験してきたトロワは、これらの特性を理解した上で、逆に弾丸を打ち尽くすことで重量やバランスを調節し、さらにアクロバティックな戦闘機動を行うなど、優れた操縦センスで独自の戦法を成立させていました。なお、テレビ版のデザインを担当された大河原邦夫氏は、当初はピエロをモチーフとした画工を提出していましたが、方針を変えてアメリカンアーミーをモチーフにしたと語っておられます。また、南極でのゼクスとの決戦時には、左腕を負傷しているヒーローに気を使ったトロワが、左腕前腕部を外して、肘ブロックにウィングガンダムのビームサーベルを内蔵し、その上からビームガトリングを取り付けるという調整を施しています。ガトリングをパージし、肘ブロックを露出させてビームサーベルを取り出すという仕掛けになっていて、ゼクスのカルトールニスとの近接戦に用いられました。無意味な決闘の割には長く続いているな。漫画敗者たちの栄光に登場したヘビーアームズは、 OVA 新機動戦機ガンダムウィングエンドレスワルツに登場するヘビーアームズ界エンドレスワルツから逆算する形でリファインされました。当初は OVA 向けにリファインされた機体の前身にあたるということで、アーリータイプとも呼ばれている機体で、カラーリングはテレビ版ヘビーアームズ同様の赤系統になっていますが、武装はエンドレスワルツ版に準拠して変更されています。まず
メインウェポンのビームガトリングはテレビ版のものよりも大型化しているほか、エネルギー供給用のケーブルを通じてバックパック右側のラックに献花されているエネルギータンクと接続されており、不使用時はバックパック左側のラックに献花します。また腕を覆うのではなくグリップを握って保持するようになっています。アーリータイプとして設定された当初はエンドレスワルツでの描写に準拠してビームガトリングにシールドが搭載されていませんでしたが、敗者たちの栄光とマスターグレードガンダムヘビーアームズエンドレスワルツでシールドが装備されました。このシールドは分離して腕に装備することも可能となっています。また同じくアーミーナイフのマスターグレードで新たに設定されました。テレビ版と異なり着脱可能な兵装となっています。胸部ガトリング砲はテレビ版ではコックピットハッチの装甲ごと展開していましたが、エンドレスワルツ版では砲門部の装甲のみ展開するように変更されました。搭載するミサイルの総弾数がテレビ版より約3倍と大幅に増加しています。ただしホーミングミサイルとマイクロミサイルは装備位置が入れ替わっているため、誘導の高いホーミングミサイルは両脚ランチャーポッドに搭載し、弾幕形成力を高めるマイクロミサイルは両肩に搭載しています。またマイクロミサイルは腰アーマーやフロントアーマーにも内蔵するようになりました。さらに敗者たちの栄光の作中ではオリジナルの追加装備も登場しています。まずイーゲル装備です。こちらは多数の追加武装とその重量を補うための逆部無限機動クローラーユニットからなる装備です。マイクロミサイルを搭載した武器コンテナや逆部追加ミサイルポッドは前方だけでなく側面や後方にも発射口があるため全方位に攻撃が可能です。またトレーラーに強力なビームキャノンも装備しています。次に糸トンボを意味するダムゼルフライです。こちらは既存の武装と干渉しないようにバックパックにプロップローターと補助ジェットエンジンを装着する大気圏内専用飛行ユニットとなります。作中では空中の敵部隊を殲滅する際に使用され、速やかにパージされています。劇中でヘビーアームズは地球降下後ドーバー基地を襲撃し、その後は主にサーカス団に潜伏しながら他のガンダム同様各地を転戦しました。オズとの共存の道を選んだコロニーがガンダムを見捨てた際はウィングガンダムを自爆させたヒーローを回収して撤退します。ヒーローに感化されたトロワはサーカス団がオズの基地でショーを開いたのを機に基地を破壊して自爆するという捨て身の作戦を決行しましたが、自爆の直前にキャスリンに殴られて説得され自爆を断念しました。そしてしばらくはサーカス団を離れヒーローと共に行動します。南極でヒーローがゼクスから1対1での決闘を挑まれた際にはヒーローがゼクスたちによって修復されたウィングガンダムではなく本機を借り受けて決闘に挑みますが、勝負は途中でリリーナによって静止されました。その後トロワが宇宙に戻りオズに潜入する際にヘビーアームズは地球に放棄され、一時期トロワが行方不明になったこともあって長らく放置されていましたが、サリー・ポーに回収されて宇宙に上げられピースミリオンへと合流したトロワの手に戻ります。そこでハワードによって宇宙用に回収が施されヘビーアームズ回となりました。俺は今まで何度となく死ぬ運命に逆らってきた。今度も逆らわせてもらう。ヘビーアームズ回は全身に推進機が増設されたことで機動力が向上し、宇宙空間での戦闘に対応しました。バックパック上部にスラスターを追加、腰部アーマー全体にバーニアを追加、そして足裏にもスラスターが追加されています。また武装面ではビームガトリングが2連装に変更され火力が向上しています。なお書籍モビルスーツエンサイクロペディアによると、このダブルビームガトリングは砲塔が増えたことから取り回しが悪くなったという設定を持ちますが、劇中では難なく使用する様子が描かれており、トロワの高い技量を伺わせます。こうしてヘビーアームズ回に登場するトロワはガンダムチームの一員として活躍し、終盤の激戦を戦い抜きました。また時田光一先生によるボンボン版のコミカライズでは、最終決戦にてウィングゼロとエピオンの最後の一騎打ちを目の当たりにし、その映像をレディアンを通じて配信し、世界中の人々に伝える役割を担っています。大した男だ。その後アフターコロニー196年を描いた OVA 劇場版アニメエンドレスワルツでは、ガトキハジメ氏の手によって
ガンダムのデザインが一新されました。当初はテレビ版の機体と区別するためガンダムヘビーアームズカスタムと呼称されていましたが、リファインされてはいるものの物語上は同一の機体であり、カスタム名称では改良機との誤解を招くということで、徐々にガンダムヘビーアームズ界エンドレスワルツ版という名称表記へ移行されていきました。本機は機体色が変更されたほか、両腕にダブルガトリングガンを装備しています。またトロワのキャラクター性を反映し、右顔面にピエロマスクが装備されています。ダブルガトリングガンは非使用時はバックパックに献花可能な点は変わりありませんが、シールドがオミットされました。なお本機の弾薬に関してエンドレスワルツ劇中ではガトリングガンで行動不能にしたサーペントが爆発しておらず、さらに薬莢が地面に散乱していることから実弾を打ち出しているようですが、弾丸の種類は資料によって異なる内容が書かれていて、 HG100 分の1ヘビーアームズカスタムのようなガンプラ系説明書ではビームガトリングとされている一方で、書籍エンサイクロペディアやゲームエクストリーム VS シリーズなどでは実弾を使用しているため、ビームなのか実弾なのか説明が定まっていないようです。また胸部ガトリング砲の訪問数がテレビ版やエンドレスワルツ版ヘビーアームズの2門から4門へと増加しています。ミサイルの配置はエンドレスワルツ版ヘビーアームズから変化していませんが、そもそもフロントアーマー内に搭載されているミサイルは OVA 内では描写されておらず、 HG144 分の1番以降のガンプラや漫画敗者たちの栄光の作中で見ることができるようになりました。さらに OVA や漫画敗者たちの栄光ではアーミーナイフは装備していませんが、小説版エンドレスワルツではアーミーナイフで戦う様子が描かれています。敗者たちの栄光ではピースミリオンに回収された後、ヘビーアームズ界に回収されたテレビ版とは異なり、戦闘で中破した後に修理を兼ねてヘビーアームズ界への強化が行われてました。その後アフターコロニー196年、ウーフェイのナタクを除く4機のガンダムは平和な世界に、ガンダムは必要ないというパイロットたちの意思のもと、廃棄資源衛星とともに廃棄される予定でしたが、マリーメイヤの反乱が発生したため、これに対応するべくカトルの手によってガンダムは回収されます。こうしてトロワのカルヘビーアームズ界はデュオやカトルとともにブリュッセル大統領府へと降下し、ゼクスのカルトールギスリーやノインのカルトーラスとともにマリーメイヤ軍のサーペント部隊と激戦を繰り広げました。この時トロワたちは敵のパイロットを殺さないという信念を貫いて戦いを繰り広げますが、最終的に弾薬は尽き追い詰められてしまいます。しかしウィングゼロが大統領官邸の核シェルターの破壊に成功したことがきっかけとなり、戦いは終結しました。その後それぞれのガンダムを自爆させ、今度こそ平和な世界にガンダムは必要ないという信念を果たすことに成功しました。これでまた七死に戻った。こうしてアフターコロニーの世界ではモビルスーツの存在はなくなったはずでしたが、続編となる小説フローズンティアドロップでは時代はマーズセンチュリーとなり、マーズスーツという名の機体が登場していきます。その中でヘビーアームズの系譜につながる機体がプロメテウスとなります。プロメテウスはもともとドクトル S がウィングゼロの開発とオペレーションメテオの間に開発していた試作機で、トレーズやゼクスの戦友であるエルブ・オゲネルがテストパイロットを務め、廃棄コロニーの破砕作業に使用していました。当初は頭部が DO と同様のものでしたが、後にデュアルアイに換装されています。一度はカトルの父ザイード・ウィナーの命令によって解体されますが、マーズセンチュリーになり、ドクトル T となったトロワがシェヘラザードと共に再建造しました。プロメテウスはフローズンティアドロップの中で唯一明確なビジュアルが公開されている機体で、ヘビーアームズの系譜に連なる全身に火器を内蔵した機体で、ヘビーアームズ界エンドレスワルツと同じくピエロマスクを装着しています。最大の特徴は自身を超えるサイズのメインウェポン巨大十字架型重機関砲で、ガトリングガンだけでなくホーミングミサイルやマシンキャノンといった強力な火器を搭載したシステムウェポンとされていますが、具体的な搭載箇所は不明です。他にも5バックパックに追加のミサイルポッドらしきものを見ることができます。作中では回転しながらの全方位攻撃を繰り出す様子が描かれているため、十字砲の各先端に火器が搭載されているのかもしれません。フローズンティアドロップ物語開始時では完成度 80% のため装甲が完成しておらず、火星の磁気嵐への対応は
ステルス迷彩機能などを備えたナノディフェンサーマントで全身を覆っていました。本機はカトリーヌ・ウードウィナーに強奪されましたが、カトルラバーバ・ウィナーこと W 教授が狩るスノーホワイトとトロワ・フォボスが狩るシェヘラザードによって追い詰められて戦闘不能になります。その後修復されてからはカトリーヌと機体を交換してトロワ・フォボスがパイロットになり最終決戦まで戦い抜いています。なおトロワはヘビーアームズ登場時に地上で前方に回転しながらかかと蹴りを行ったり、超級ハオウ弁衛弾かのように大回転しながら敵機を切り刻んだり、さらにはムーンサルトまで行っています。ヘビーアームズのコックピットは通常のシートとされているので、中がどうなっているのか気になるところですが、深く考えてはいけなさそうです。また、スーパーロボット対戦 W の中に存在する機動戦艦なでしこのイベント、なぜなになでしこをトロワがかなり気に入っている様子が描かれていたことから、トロワの BGM をなぜなになでしこの曲に変更する人たちが続出しました。そのため、この曲は時にトロワのテーマとまで呼ばれるようになっています。昔、誰かが言ったような気がする。感情のままに行動することは人間として正しい生き方だと。XXXG01SR ガンダムサンドロック。行こう、僕のサンドロック。アフターコロニー193年、5人のガンダム開発者の一人である H 教授は連合の資源衛星 MO3 で資源採掘を強いられていましたが、マグアナック隊とカトルの活躍によって他の労働者たちと共に解放されます。そしてL4コロニーの名家ウィナー家の元を訪れ、カトルの父で当主のザイード・ウィナーに保護されかくまわれることになりました。そこで H 教授は地球圏統一連合とオズに対する反抗のためにオペレーションメテオに参加するためのガンダムを建造しようとしました。真のオペレーションメテオは5つのコロニーを地球へ落とし、混乱する地球圏を5機のガンダムで制圧するというものなので、平和主義を掲げるザイードはこれを拒絶しますが、これに対してカトルは反発し、戦うことで戦争を終わらせると考えて、サンドロックのパイロットとしての訓練を行いました。そして、アフターコロニー195年、オペレーションメテオの実行直前、バートン財団から送られてきた督促の暗号文から、H 教授は大量虐殺を伴うオペレーションメテオの内容を知って憤慨し、これを否定しました。純粋で優しいカトルに配慮した H 教授は、真のオペレーションメテオの詳細やバートン財団の真意をカトルに知らせることなく、お前はお前の意思で戦えと言い、カトルとサンドロックを送り出しました。サンドロックは地上での白兵戦を得意としており、他のガンダムにも増して分厚く堅牢なガンダニウム合金製の装甲となっています。劇中では宇宙船に対応しておらず苦戦する中、トロワの元へ駆けつけるため、分厚い装甲を生かしてシャトルの爆発で無理やり加速するという荒技も見せていました。同じく接近戦を重視しているレッサイズやシェンロンと比べると、高い機動力とステルス性能に基づく一撃離脱の隠密戦に特化したレッサイズや、柔軟な駆動フレームに基づく近接白兵戦機であるシェンロンと違い、スピードよりもパワーを生かした正面からの切り込みを得意としています。また状況把握や指揮において優れた才能を持つカトルの上機ということで、隊長機、指揮官機としての運用を想定した高い情報分析能力を備えており、通信、管制、指揮伝達に長けた機体となっています。さらに砂漠などの高低温環境や不整地での運用が考慮されているので、機体のサブカメラは視界を埋め尽くす砂嵐の中でも正確に機能するものとなっています。さらに他のガンダムにはない機能として H 教授により自爆装置に特殊な細工が施されています。作中でカトルがサンドロックの自爆装置を起動した際、サンドロックはコックピットを開きました。あたかもサンドロックが意思を持ってカトルに脱出するよう促しているような演出になっているのですが、小説新機動戦機ガンダムウィングエンドレスワルツによると、これはもともと H 教授がサンドロックに組み込んでいた機能で、自爆装置を起動するとコックピットの扉が開き、オートで敵に向かわせるプログラムが組み込まれているということが明かされています。僕に降りろっていうのか、サンドロック。武装としてはまずメインウェポンとしてエチオピアの刀剣ショーテルをモデルとした2振りの巨大な極刀ヒートショーテルを持ちます。その名の通り高熱の刃としても機能し、あらゆる環境で高い切れ味を誇ります。二刀流で使用するケースが多い武装ですが、投擲する場面もありました。なお
オープニング内のような二刀流で敵機を切る瞬間の効果音が印象深く、ネット界隈ではと呼ばれています。この効果音自体は初代機動戦士ガンダムから存在するのですが、サンドロックで特に印象に残っているようで、ニコニコ動画でガンダムウィングのオープニング映像のサンドロックが登場する際には、ブックガンの文字が溢れんばかり流れるという事態になることもあります。次に、コブラの顔をモチーフとしたシールドは対ビームコーティング仕様で、先端部にクローが装備されているほか、コブラの目に当たる箇所から強烈な光を発して敵の目をくらませるフラッシュ機能が搭載されています。また、スラスターを備えたバックパックを取り外し、シールドとヒートショーテルと組み合わせて大型の粉砕武器クロスクラッシャーにすることが可能です。劇中ではエアリーズを容易に破壊する様子が見られます。両剣部にはホーミングミサイルを内蔵しています。回収前では唯一の中遠距離装備で自動追尾によって正確に敵を破壊します。また射撃兵装としてビームサブマシンガンを持ちます。こちらは設定上もともと持っている兵装ですが、劇中ではサンドロック回に回収された後で使用されている兵装です。他に頭部にはバルカンを搭載しています。漫画敗者たちの栄光に登場したサンドロックはサンドロック回エンドレスワルツから逆算する形でリファインされました。もともとは OVA 向けにリファインされた機体の前身にあたるということでアーリータイプとも呼ばれている機体で、カラーリングはテレビ版のサンドロックに近くなっています。武装にも変更があり、ヒートショーテルがより大型のものになりました。劇中での描写はありませんが、マスターグレード版アンプラでは2振りのショーテルを連結させる形態が追加されています。そしてクロスクラッシャーはバックパックなしでシールドとヒートショーテルのみで合体するようになっています。テレビアニメでは使用されていた本兵装ですが、こちらは敗者たちの栄光では描写されておらず、マスターグレード版アンプラでのみ見ることができます。なお、剣部のホーミングミサイルは撤廃されました。さらに作中では敗者たちの栄光オリジナルの追加装備も登場しました。まずアルマジロを意味するアーマディロ装備です。両肩にマグアナックのシールドを改造した着脱可能な増加装甲が追加され、さらにコウコウド跳躍用のブースターが追加されます。劇中では2回登場しましたが、2回目のバージョン2では新たにマウントアームにシールドやミサイルポッドを追加装備し、フロントアーマーの形状が変更されています。次に高速強襲装備です。こちらは下半身を覆う着脱可能な増加装甲を追加するというもので、ホバー装置が内蔵されているので地上戦での機動力が向上しています。ウィングガンダムのダスターライフルによる攻撃からシャトルをかばって破壊されますが、内部のサンドロックを無傷で保つほどの高い防御力を誇ります。マグアナックにも装備可能で、両部両側面には武器を搭載可能なハードポイントを備えていました。さらにエンドレスワルツ版のサンドロック回から逆輸入する形でタイビームコーティングマントもこの時登場しています。設定上は大気圏突入やタイビーム兵器の防御に機能するというものですが、敗者たちの栄光では隠密行動に使用しているのみで、ターゲットへ近づく際にはバージしていました。また宇宙に上がってからはサブマシンガンの代わりにウィングガンダムのダスターライフルと同様のカートリッジを用いた専用のビームライフルを装備しました。作中では回収前の宇宙船に適応していない状態にもかかわらず、バスターライフル譲りの効果力によりプラネイトディフェンサーを装備したビルムを相手に前線する様子が描かれています。劇中でサンドロックはオペレーションメテオを発動し、地球に降下した後、マグアナック隊と共にオズと交戦していきました。しかしオズとの共存の道を選んだコロニーがガンダムパイロットたちを見捨てると、戦況は劣勢になり、シンガポール基地ではデュオとウーフェイを宇宙へ脱出させるためのおとりとしてカトルは戦い、最終的にサンドロックを自爆させることを決意します。しかし H 教授の計らいによってカトルは生き延び、そこから宇宙へと脱出しました。その後サンドロックはオズに回収され修復されていました。そしてサリーポーとマグアナック隊の共闘によって奪還され、宇宙から戻ってきたカトルの手に戻ることとなります。その後は合流したサンクキングダムの防衛戦に参加しますが、結果的にサンクキングダムは再び崩壊してしまいました。それでも平和を目指す戦いを続けるカトルたちはピースミリオンに合流。
そこでマイク・ハワードたちの手によってサンドロックは宇宙船に対応するための改修を受けました。こうして改修された機体がサンドロック海となります。サンドロック海はスラスターやバーニアが増設大型化され、機動性が大幅に向上しました。バックパックが変更されたことでクロスクラッシャーが使用不可能になりましたが、その代わりにビームサブマシンガンによって火力が増強しました。なおサンドロック海に改修されて以降はヒートショーテルで切りつける向きが縁の内側から外側に変わっていると話題になることがありますが、そもそもモデルとなったショーテルは両刃の剣なので特に問題はないようです。劇中ではガンダムチームの指揮官機として立ち回り、カトルの優れた指揮によって主に戦術面で活躍しました。ホワイトファングのドロシー・カタロニアがゼロシステムを使いこなして指揮するモビルドール部隊に苦しめられ、ガンダムチームがうまく連携できない中、一時的にヒーロによってコピーされたゼロシステムを搭載して対抗することもありましたが、その後自信をつけたカトル自身の手で取り外されました。そして最終的にミリアルドがリーブラを地球へ落とそうとしましたが、無事崩壊させることに成功し、戦いは終わりました。今わかりました。宇宙の心は彼だったんですね。その後アフターコロニー196年を描いた OVA 劇場版アニメエンドレスワルツでは、加藤木はじめ氏の手によってガンダムのデザインが一新されました。当初はテレビ版の機体と区別するためガンダムサンドロックカスタムと呼称されていましたが、リファインされてはいるものの物語上は同一の機体であり、カスタム名称では改良機との誤解を招くということで、徐々にガンダムサンドロック界エンドレスワルツ版という名称表記へ移行されていきました。本機は機体色が変更されているものの、敗者たちの栄光版と基本的には装備は同じですが、劇中では全身を覆うタイビームコーティングマントと剣部に増加装甲を装備した姿で登場しているほか、ビームマシンガンを使用しておらず、ショーテルのみで戦いを繰り広げています。劇中ではウーフェイのナタクを除く4機のガンダムは平和な世界にガンダムは必要ないというパイロットたちの意思のもと、廃棄資源衛星に乗せて太陽に送り廃棄される予定でした。しかしマリーメアの反乱が発生したため、これに対応するべくカトルによってガンダムは回収されます。そしてカトルのサンドロック海はデュオのデスサイズヘル、トロワのヘビーアームズ海とともにブリュッセル大統領府へと降下し、ゼクスのカルトールニス3やノインのカルトーラスとともにマリーメイア軍のサーペント部隊と激戦を繰り広げました。命を奪う戦いならもっと早くに終わっています。でもそれじゃあ僕たちが来た意味がないじゃないですか。なおこの時カトルたちは敵のパイロットを殺さないという信念を貫いて戦っています。サンドロック界においてもヒートショーテルはテレビ版やゲームの描写とは異なり灼熱化しておらず、手加減していたと考えられます。最終的にショーテルは折れ、カトルたちは追い詰められてしまいますが、ウィングゼロが大統領官邸の核シェルターの破壊に成功したことがきっかけとなり、戦いは終結しました。その後カトルたちガンダムパイロットはそれぞれのガンダムを自爆させ、今度こそ平和な世界にガンダムは必要ないという信念を果たすことに成功しました。こうしてアフターコロニーの世界ではモビルスーツの存在はなくなったはずでしたが、続編となる小説フローズンティアドロップでは時代はマーズセンチュリーとなり、マーズスーツという名の機体が登場していきます。その中でサンドロックの系譜につながる機体がシェヘラザードとなります。本機はもともと H 教授がウィングゼロの開発とオペレーションメテオの間に開発していた試作機で、若かりしノイミや子供のカトルが登場し、未完成のまま廃棄コロニーの破砕作業や第二次月面戦争に出撃していましたが、最終的には解体されてしまいます。しかしマーズセンチュリーになり、ドクトル T と名乗るトロワ・バートンがプロメテウスと共に再建造しました。フローズンティアドロップ物語開始時では完成度 80% のため、本機は装甲が完成しておらず、火星の磁気嵐への対応やステルス迷彩機能などを備えたマントビザブベールで全身を覆っています。そのため全体像は明かされておらず、詳細なデザインは不明です。試作機の段階ではサンドロック同様ヒートショーテルを装備していましたが、再建造されて以降はアラビア風の短剣ジャンビーヤをメインウェポンとしています。ガンダニウム合金より軽量で頑丈な MG 合金で作られているジャンビーヤによって
民族舞踊のベリーダンスのような動作で近接攻撃を行う密接戦で、非常に高い戦闘能力を発揮することのできる機体でした。加えて、本来はシャムシールという長い新月塔も装備する予定でしたが、ソフトウェアが未完成だったため、装備されることはありませんでした。劇中では、プロメテウスを持ち出して出奔したカトリーヌ・ウードウィナーを追うべくトロワフォボスが登場し、プロメテウスを戦闘不能にします。その後、ラナグリン共和国の侵攻戦では、機体を交換してカトリーヌの上記となりました。リリーナのラナグリン共和国投降時には、その阻止のため、大破したワーロックに代わって、一時的に2代目デュオが乗り込みますが、ラナグリン共和国との最終決戦には再びカトリーヌが登場するなど、パイロットの変遷が激しい機体でした。なお、カトルはテレビ版の最終回でヒーロのことを宇宙の心と呼んでいますが、宇宙の心とは元は完全平和主義を提唱したコロニーの指導者ヒーロユリの独立宣言の文言とされており、ガンダムパイロットのヒーローを指導者ヒーローになぞらえて表現したと考えられます。しかし、アニメ作中ではこの話が描かれておらず、さらにフローズンティアドロップではゼロシステムを上回る未来予測を可能とし、人々の意識にアクセスする官能能力として描かれました。いわゆる宇宙世紀のニュータイプ能力のようなものだと思われますが、テレビ本編を見ていても伝わりにくい内容だからか、ヒーロー、宇宙の心と呼んだカトルは、作中での闇落ちなども相まって、一部界隈では電波キャラと呼ばれるようになりました。どういうこと？僕だけのけ者にしてるんだね。落ち着け、カトル。ほら、漫画とかでよくあるだろう。カトル、お前の言っていることはあまり論理的ではないぞ。おい、落ち着け、カトル。みんな、滅びてしまえXXXG01S ガンダムナタク。正義は俺が決める。まず、ナタクとは、一般的には、中国三大宗教の一つである、道教で崇められている少年神、ナタのことであり、もしくは、中国仏教やヒンドゥー教の民話、説話に登場する人物のことを指します。ガンダムウィングの世界観では、ナタクと書いて、ナタではなく、ナタクと呼ばれ、中国の伝説上の戦士の幼名を指します。チャン・ウーフェイは、誇りある戦士の家に生まれ、幼い頃は老子王の手で、武術、学問、モビルスーツの操縦技術を教え込まれていましたが、10歳になる頃には、誰にも負けることがなくなったがゆえに、武闘への興味が失せて、将来は、学問で身を立てたいと考えている秀才でした。また、個人主義者であり、争いや正義といった類の事柄に対し、冷めた考えを持っていました。そんな中、アフターコロニー194年、14歳のウーフェイのもとに、チャン家の宗筋にあたるロン一族から、沿岸の話が持ち上がります。ロン一族とは、かつてユーラシア最強と恐れられた武闘集団でしたが、その強さゆえに、故郷である中国の大地を追われ、建造して100年も経つほど、老朽化の激しい A0206 コロニーへ追いやられていた一族です。ロン一族を率いるロンタウヤーには、長女、ロンフーティエと次女、ロンネイランという2人の娘がいましたが、ロン一族の掟として、一族を率いる者の子に男子がいない場合は、婿養子を取る必要がありました。そんな中で、同じ A0206 コロニーでは、かつてトールギスを開発した科学者の一人である老子王が、当時の設計図をもとにトールギスシロンを完成させていました。トールギスシロンは、全身を濃紺にカラーリングされた機体であり、頭部はリオーと変わりませんが、元のトールギスと同等の性能を誇っています。しかし、その驚異的な性能がゆえに、ロン一族の中でも、ロンタウヤーしか、殺人的な加速 G に耐えられなかったので、老子王は、タウヤーの身体データを調査した結果、ウーフェイを婿養子に推薦しました。こうして、チャン・ウーフェイと、同じく、14歳のロンネイランの結婚の儀礼が執り行われましたが、一族最強の戦士として誇りを持つメイランは、自らを最強の戦士、ナタクと呼び、武術に努める。一方で、武力を避け、一面の花畑で天文学書などを読むことが至福と考えるウーフェイは、反発し合っていました。その後、ロン一族を脅威と考える連合軍は、A0206 コロニーの廃棄と同時にロン一族を滅ぼすため、細菌兵器を使用する計画を立てます。メイランはトールギスシロンで、ウーフェイは未完成のシェンロンガンダムで出撃し、なんとか窮地を脱しましたが、最終的にメイランは花畑で息を引き取りました。こうして
妻ロン・メイランの死をきっかけとして、ウーフェイは正義のために、そして狂った時代を終わらせるために戦いに身を投じる決意をしました。正義を貫くには覚悟と強さが必要だ。ナタク、お前にはそれがあった。シェンロンガンダム開発当初、ウーフェイは皮肉を込めてクズ鉄と呼んでいましたが、ローシ王から名前の案を聞かれてシェンロンと命名しました。しかしウーフェイがメイランの死をきっかけにシェンロンに乗ることを決意して以降は、メイランが守ったシェンロンにはメイランの魂が宿っていると考え、メイランの呼称であるナタクと呼ぶようになりました。シェンロンガンダムは機体駆動システムを専門とするローシ王によって製作されたことから、中国武術の体さばきを再現できるほどの繊細な関節可動域を持っており、接近戦に優れた運動性能を持つ機体です。そのため近距離中距離に特化した武装を装備しています。また両肩アーマー前面にはレンズ状のファイティングサイトが設置されており、戦闘中の情報収集も可能となっています。最も特徴的なのが右腕に装備されているドラゴンハングです。ドラゴンハングは上下に開閉する鋭利なクローと、モビルスーツの装甲も溶解する火炎放射器ドラゴンハングファイヤーを備えたマルチプルウェポンです。装備している右腕はショルダーアーマー内に延長アームが格納されているため伸縮可能で、遠い間合いの敵もドラゴンハングの餌食にすることができます。ドラゴンハング以外ではなぎなた状の武器ビームグレイブを持ちます。軽量でしなりが効き、複数の敵をなぎ払ったり打突による攻撃が可能です。左腕には円盤形状のシールドを装備しており、接近戦での取り回しを想定した構造になっているので、小型軽量で各種攻撃を弾くほか、鋭利な縁をブレード代わりにして攻撃に使用することも可能とされています。近距離戦に強力な反面、その他の射撃兵装は東部バルカン砲のみとなっています。漫画新機動戦記ガンダムウィングエンドレスワルツ敗者たちの栄光に登場するシェンロンガンダムエンドレスワルツ版では、右腕の伸縮機構をなくしたほか、ビームグレイブの代わりにビームトライデントが装備されています。三つ股に分かれているので突き刺しの範囲が拡大しています。さらに新設定されたオリジナル武装としてタウヤーを装備しています。これは青竜刀のような形状をした実体験であり、通常はバックパックにマウントされています。巻き取り式のケーブルでシェンロンシールドとつながっているので、投擲しても再回収できるようになっています。劇中ではリオを一刀両断するほど強力で、ケーブルを活用することで敵機にタウヤーを投擲して突き刺した状態で敵機ごと振り回すなどの使い方をしている兵装です。弱いやつが戦うな。シェンロンガンダムは劇中では揚子港の火口に降下した後、連合軍の空母や軍需施設を破壊し、アフリカビクトリア湖基地を襲撃しました。圧倒的な強さで戦いを繰り広げていたウーフェイですが、その後のニューエドワーズ戦ではトレーズクシュリナーラを追撃し、剣での決闘に敗北して一時的に戦意を喪失します。しかし己の弱さに向き合いながら戦うサリーポーとの出会いから戦意を取り戻しました。ウーフェイはコロニー住民たちをオズの怪獣作から目を覚まさせるため HLV を使い宇宙へ行きます。しかしウーフェイにはシェンロンの装備を宇宙用にする用意はありませんでした。そこでオズ月面基地にローシオを含める5人の博士が捕まっているという情報をつかみ、オズ月面基地近くでわざとオズのシャトルを襲撃し拘束されます。そして5人の博士たちに鹵獲されたシェンロンの回収を任せます。こうして宇宙環境でも対応可能な機体として完成したのがアルトロンガンダムとなります。完成度 70%、 大して戦えないぜ。生き延びたことが不思議なくらいだ。贅沢は言わない。逃げるか。借りを返してからな。アルトロン、中国語で二刀流を意味するその機体は、その名の通り最も特徴的なのが両腕に備えた2つのドラゴンハングです。シェンロンのものから小型化されていますが、火炎放射器の威力が向上しています。なお放送当時に発売された HG100 分の1アルトロンガンダムの説明書では、両方のドラゴンハングファイヤーを組み合わせたダブルドラゴンハングファイヤーは片方のみと比較すると威力が約10倍になるとされています。接近武器はツインビームトライデントに変更されました。メリクリウスのクラッシュシールドの技術が応用されており、出力が大幅に向上しています。さらに
前後両方に三つ股のビーム刃が発進されるので、複数の敵との戦闘において有効な兵装となりました。バックパックはスラスターを内蔵した可動ウィングとビームキャノンを一体化したランダムバインダーを搭載しました。バイ8のビームキャノンの技術を応用して作り出されたこの兵装は、出力、射程ともに優秀な性能を持ち、さらに方向が回転する仕組みとなっているので、攻撃範囲が非常に広く、さらにドラゴンハングの使用で両腕が塞がっていても攻撃できるようになりました。シールドはシェンロンと同様のものを左肩部に装備していますが、アルトロンをデザインした大河原邦義によると、好評なドラゴンハングを増やした分、シールドの配置は不満が残る形になったとされています。一方で、エンドレスワルツ版はシールドを装備していませんが、ドラゴンハングが大型化しており、劇中ではウィングゼロのマシンキャノンを防ぐなど、シールドのような使い方もしています。クローはテレビ版では上下に開閉する構造でしたが、左右に開閉するようになっています。ドラゴンハングファイヤーは廃止されましたが、ブロック状のパーツを連結した構造によって縦横無尽に動き、リーチは伸縮自在となっています。物理的な仕組みは深く考えない方がいいでしょう。答えられんのなら余計な口を挟むな。背部には地上戦闘を想定し、飛行用に増設されたバックパックを装備しており、大気圏突破に必要なパラシュートも収納されています。しかし、劇中では大気圏近くの中域であっても、ウィングゼロに引けを取らない戦いをしていました。なお、漫画「敗者たちの栄光」では、アルトロンガンダムに回収された際に、テレビ版と同様のバックパックが搭載されました。この装備は、プレミアムバンダイ限定マスターグレードアルトロンガンダムエンドレスワルツ用拡張セットにてフーティエという名称が見受けられます。テレビ劇中では、アルトロンガンダムへの回収作業が進む中、オズのツバロフによってローの空気を遮断され、デュオと共に危機に瀕するも、自ら仮死状態に入るという離れ技で空気を節約して、機体完成度 70% の状態で脱出に成功しました。その後、故郷の L5 コロニーへ帰還し、最終調整を行います。ウーフェイはしばらく単独行動を続けましたが、最終的にピースミリオンでガンダムのパイロットたちと共に行動しました。もともとは単独行動が多かったウーフェイですが、デュオとトロワのチェスの勝負に割り込んだり、カトルの作戦指揮に従うなど、協調性も見せていました。最終決戦では、トレーズのトールギス2に決闘を挑み、勝利しました。ウーフェイは、トレーズがわざと敗北したと思える行動を取ったと感じ、勝ち逃げされたと、精神的な敗北を味わっていますが、小説版エンドレスワルツでは、このシーンについて解説されており、トレーズは、わざと敗れたのではなく、全力で挑んでいたことが描かれています。テレビ版からエンドレスワルツまでの空白の1年を描いた新機動戦記ガンダムウィングバトルフィールド・オブ・パシフィストでは、戦いや平和とは何かと悩むウーフェイが、自分自身が人類の脅威になることを誓うまでの話が描かれました。その後、エンドレスワルツでは自らが悪となり、正義とは何か確かめようとしますが、宇宙でウィングゼロとの激闘を繰り広げる中で、ロン・メイランの死や故郷のコロニーが消滅した悲劇を思い出し、戦いへの終止符を打ちます。そして、ロン一族の故郷と言われるヨース港付近でアルトロンガンダムを自爆させて、メイランの安らかな眠りを願うのでした。また、フローズンティアドロップでは、ウーフェイはプリベンターとして活動し、火星のプリベンター基地局長を務め、ローシちゃんと呼ばれるようになります。そして、エピオンの設計データをもとに完成させたガンダムエピオン隊を借り、戦いを繰り広げますが、ウーフェイは、このエピオン隊のことも、伝説の戦士を意味するナタクと呼び、メイランの魂に敬意を表していることが伺えます。しかし、一見、ウーフェイが愛機をナタクと呼ぶ理由を知らないと、妻の名前をガンダムにつけている変人に見られてしまうのかもしれません。そのためか、エンドレスワルツ公開当時に発売されたアルトロンガンダム、エンドレスワルツ版の HG100 分の1や144分の1では、商品名がガンダムナタクとなっており、当時のスーパーロボット対戦シリーズでは、アルトロンガンダムカスタムやガンダムナタクという名称がばらついていましたが、現在はアルトロンガンダムで統一されています。俺は今初恋をしている。
ナタクだ。というのは冗談に決まっているが。ああ、普通あんなことを人前では言えない。おい、人の話は最後まで。ああ、自分のガンダムは可愛いですからね。でも恋までするか普通。ほら聞け、冗談だと言ってるだろうが。おい、頼むから聞いてくれ。おい、誰か話を聞いてるやつはいないのか。おい、冗談だと言ってるだろう。 XXXG00W0 ウィングガンダム0。ゼロは全てのガンダムの元になっている機体だ。アフターコロニー1800年、史上初の戦闘用モビルスーツトールギスを完成させた6人の博士のうちマイク・ハワードを除いた5人は、トールギスを超える次なるモビルスーツとしてコストと実用性を度外視して高性能のみを追求した機体の設計に取り組みました。これがウィングゼロとなります。なおウィキペディアではウィングゼロ開発は6人の科学者たちとされていますが、実際にHGAC 版ガンプラの説明書や書籍、モビルスーツエンサイクロペディアなどを確認すると5人とされているため、ハワードはウィングゼロ開発に携わっていないという解釈が正しいと思われます。ウィングゼロは新素材ガンダニウム合金を装甲や構造材に採用することで圧倒的な耐衝撃性と耐熱性を獲得した初のモビルスーツとして設計されたアフターコロニー史上最初のガンダムであり、後の5機のガンダムの原型機にもなりました。しかしウィングゼロに搭載されたゼロシステムは戦況を把握して最適解を導き出すという優れた操縦インターフェースである反面、導き出す最適解はパイロットのことを考慮していないので、パイロットに深刻なダメージを与えるという問題がありました。さらに本機の破壊係数が異常に高かったこともあって、博士たちは実機を製造することなく開発を中止して設計データを封印しました。また博士たちは本機の開発前後にオズを出本しています。なお開発製造の段階や博士たちの出本の時期は資料によって前後しており、書籍新機動戦機ガンダムウィングモビルスーツエンサイクロペディアでは完成直前で機体を放棄してオズを出本したとされていますが、 HGAC ウィングガンダムゼロの説明書ではそもそも本機の開発自体がオズ出本後のもので、開発の中断には破壊係数への恐怖だけでなく、その時点で必要なスペックのパーツが調達不能だったことも理由に挙げられています。その後本編内で博士たちがそれぞれ持っていた本機の草案のうち、 H 教授が持っていた設計図をカトルが手に入れて実機を作り上げました。宇宙は狂ってしまったんだ。だから僕は全てを破壊する。ウィングゼロの特徴としてガンダニウム合金の採用により防御力が向上したことに加えて、武器の強化や新機構の搭載も実現しています。そのためネオガード形態へ変形することにより、トールギスを上回るほどの加速性能での一撃離脱戦法や地上宇宙を問わない高速長距離移動を可能にしています。武装も非常に強力なものを多数装備しています。まずツインバスターライフルはウィングガンダムのカートリッジ式のバスターライフルとは異なり、本体から直接エネルギーを供給しているので、エネルギーが続く限り連発することが可能です。2機のライフルを分離合体させるというもので、連結時にはコロニーを一撃で破壊するほどの威力を持ち、分離時でもたやすくモビルスーツを消滅させられる威力を誇ります。劇中でカットルが登場した際に分離して360度回転しながら照射する姿が印象的な兵装で、ゲームではローリングツインバスターライフルとも呼ばれます。剣部にはマシンキャノンが内蔵されています。DO クラスであればこれだけで撃破可能な威力を持ちます。なおマシンキャノンの展開方式としては、肩のカバーが1回転して砲身が露出する方法と上に開く方法の2パターンが存在します。設定画を見る限りは回転方式が正しいように見えますが、回転方式をガンプラで再現しようとすると肩関節の可動範囲を制限する必要が出てしまうからか、回転方式が再現されているのはアニメ放送当時に発売された60分の1版と2021年に発売されたメタルロボット魂版の2種類のみになっています。プロトゼロやエンドレスワルツ版はカバーを上に開く方式になっていますが、もしかするとガンプラのギミック再現の難しさを考慮して回転機構が不採用になったのかもしれません。ただ個人的には回転方式が一押しだったりします。ビームサーベルは剣部に格納されていて、形状こそ一般的なサーベルですが、作中ではエピオンのビームソードに匹敵するパワーを見せつけています。ウィングシールドには
先端部に伸縮機能があります。劇中ではカトルがこれを用いてビルを砕くのに使用していました。また両端にはウィングバルカンが2門搭載されていて、ネオバード形態で使用されます。印象の薄い武装ですが、一部ゲームではプレイヤーにトラウマを残すほど凶悪な性能をしていることもあります。劇中では H 教授の残した設計図とゼロシステムのインターフェースを発見したカトルは、父を死に追いやったコロニーの人々や宇宙に存在する武器や戦争を憎悪し、ウィナー家の資産を投じて本機の製造を行いました。しかしゼロシステムによりカトルは暴走してコロニーを破壊。ヒーロとトロワが狩るメリクリウスとバイエイトとの戦いの後、オズに回収されました。そしてオズがヒーロを実験台としてゼロシステムの試験を行いますが、ヒーロの暴走。さらにデュオがモビルドール相手の戦闘試験を強制されます。その後オズの技術士官トラント・クラークが自分で操縦してゼロの破壊を命じられたオズ部隊を殲滅し、そのままデュオのデスサイズヘルと交戦しますが、トラントは暴走して敗北しました。ウィングゼロはそのままオズによって爆破される予定でしたが、ゼクスの襲撃を受けます。ここでゼクスが大破したトールギスを放棄してゼロを強奪。そして降下したサンクキングダムではエピオンで暴走するヒーロと交戦。ゼロとエピオンはシステムの相互干渉によって強制停止に陥りました。その後2人は互いの機体を交換し、これ以降ゼロは主にヒーロの上記となりますが、ウーフェイが本機に登場した際にはゼロシステムの体験によってガンダムチームへの合流を決めたり、トロワが登場した際にはゼロシステムによって記憶が戻ったりと重要な役割を果たしています。最終決戦ではヒーロはゼクスのエピオンとの激闘に勝利。そして地球へ落下するリーブラの破片をツインバスターライフルで破壊することに成功しました。強者などどこにもいない。人類全てが弱者なんだ。次に OVA 版で初登場したウィングガンダムゼロエンドレスワルツ版についてです。兵器的なテレビ版のデザインから一転、有機的なデザインになりました。もともとはテレビ版ウィングゼロと同一の機体という位置づけの機体ではあるものの、ゼロフレームと呼ばれるモビルスーツの最もソリッドな状態を目指して5人の博士が設計した単体でトールギスに匹敵する機能を持つフレーム構造とされています。これにより短時間であればフレームのみでの稼働も可能なほどで、全走行の 90% を喪失しても戦闘を継続できるほど頑健な機体に仕上がっています。劇中ではアルトロン戦と大気圏突入を経て著しく損傷してすら稼働していました。本機背部の巨大なウィングユニットは自在に開閉移動が可能な主翼2枚とバーニャを内装する副翼2枚で構成されています。宇宙空間では質量移動による機動装備として機能し、大気圏内では空力的にも文字通りの翼として機能することでトールギスをしのぐ大勢力と機動性運動性を発揮します。また大気圏突入時は主翼を機体正面に展開した大気圏突入形態を取ることで摩擦熱から機体を保護します。なお主翼は羽のように柔軟に稼働しますが、 OVA 内では一瞬だけ内蔵されたスラスターが描写されるシーンが存在します。ただガンプラでこのスラスターが再現されたことはなく、設定画を見てもとてもスラスターが内蔵されるほどの厚みは感じられません。ガンダムウィングには突っ込みどころがあるシーンが多々存在するので深く考えてはいけなさそうです。また翼はフラクタルフェザーレイヤーストラクチャーと呼ばれるナノサイズで制御されたガンダニウム合金製パーツの集合体となっていて、放熱衝撃発生時に部材を羽毛のように剥離させて基礎構造を再構成する機能を持つため、羽のように部材が舞い落ちる現象が生じます。武装はテレビ版と同じくツインバスターライフル、副翼機部に搭載されたビームサーベル、剣部マシンキャノンを持ちます。 OVA の作中では太陽圏に送り出されたウィングゼロは惑星間航行用ブースターを装着した状態でヒーロの元に送り届けられます。そしてウィングゼロを受け取ったヒーロは地球へ向かう中でナタクと交戦。その後ブリュッセル大統領府へ向かい、バスターライフル3連射で大統領府のシェルターを破壊してマリーメイヤ軍を止めることに成功しますが、機体は限界を超えて大破しました。俺はもう誰も殺さない。殺さなくて済む。こうして
OVA 版でその役目を終えたウィングゼロですが、敗者たちの栄光やフローズンティアドロップでは、新たにウィングガンダムプロトゼロが設定されました。本機は、テレビ版ウィングゼロと比べると、スラスターユニット内に副翼が追加されるなどの細かな違いはあるものの、基本的な形状はテレビ版と大差ありません。しかし開発経緯が異なっています。プロトゼロには、机上の存在である、試作0号機と実際に建造された1、2号機が存在します。最初に、5人の開発者が設計したウィングゼロは、プロトゼロ試作0号機、ドクター J ことジェイヌルが建造した機体が1号機、カトルが H 教授のデータをもとに製造した機体が2号機となります。1号機については、J は、スノーホワイトと G ベンツバークと呼んでいて、テレビ本編の約5年前となるアフターコロニー190年頃に、ヒーロのジップであるアビンロウや、ヒーロのクローンであるアルファが登場しています。その後、カトルの父、ザイードによって解体されましたが、マーズセンチュリーになってプリベンターが回収し、カトル改め W 教授によってスノーホワイトにリビルドされました。2号機は、カトルが建造した後、基本的には、テレビ版と同じ流れで物語が進行しますが、トラントの暴走をデュオが阻止した際に、プロトゼロは大破します。そこへ、トールギス・フリューゲル・オカルゼクスとハワードが現れて、プロトゼロを回収。ハワードがプロトゼロを修理しようとしていると、ゼロシステムが起動し、ウィングガンダムゼロエンドレスワルツ版のデザインになりました。このデザインは、ゼロシステムが導き出したものなのか、ハワードのアイデアなのかは定かではありませんが、ウィングガンダムエンドレスワルツ版の形状の本体に、トールギス・フリューゲルのウィングバインダーのデータを最適化した改良型が搭載されていることから、ハワードがゼロシステムの導き出した提案を取り入れて回収したと思われます。作中では、ゼクスはさらなる強さを求めて、トールギス・フリューゲルを封印してウィングゼロに登場しますが、テレビ版と同じく、サンクキングダムでヒーロのエピオンと交換し、ヒーロがウィングゼロで戦っていくことになりました。ここからの流れも、テレビ版と基本的には同じですが、終盤戦では、2つの追加武装が登場しています。1つ目は、テレビ版に準拠したウィングシールドです。これによって、ネオバード形態が再現されました。主翼を機体正面に閉じた大気圏外モードと、主翼を左右に展開した大気圏内モードが存在します。2つ目は、メッサーツワークです。本来は、プロトゼロのために開発された装備で、単体でビームライフルとして使用可能なほか、ツインバスターライフルの重心に3機を装着したドライツバークバスターやシールドの強化ユニットとしても機能します。最終決戦では6機を同時装着したドライツバークバスタードッペルト形態を用いることでリーブラを破壊しています。俺は死なない。次にスノーホワイトについてです。火星での戦いに向けてプロトゼロ1号機がリビルドされた本機はフローズンティアドロップの主役機として活躍しました。火星の強力な磁気嵐の影響を防ぎ、ステルス性能を付与するナノディフェンサーマントを装備しているため、デザインの全貌は不明ですが、作中では、プロトゼロ1号機に酷似していたと表現されており、フローズンティアドロップ第12巻の表紙では、デザインの一部を見ることができます。機体を動かすソフトウェアは、W 教授が、マーズセンチュリー歴で6年、アフターコロニー歴換算で、12年の歳月をかけて開発したもので、プロトゼロから継続してゼロシステムも搭載されていますが、ウィングゼロやエピオンと異なり、意図的にオンオフ可能なものとなっています。バスターライフルは、カートリッジ装填式の新型になっており、オプション装備として、7色に割り当てられた特殊弾頭を発射するクロスボウのような銃器、G ベンツバークを持ちます。ロート、ブラフ、シュバルツ、バイス、グリユーン、ジルバー、ゴルドの7つの特性を持った攻撃が可能です。作中では、ヒーロと W 教授が登場しており、最終決戦では、ヒーロがゴルドを用いて、エピオン初号機とバベルを機能停止に追い込み、戦いを終わらせました。なお、フローズンティアドロップでは、マリーメイヤの反乱で大破したウィングゼロを回収した黒い翼を持つウィングゼロが登場します。作中ではバンク・シュリナーダが遠隔操作で操縦しフェンギルと戦いますが、最終的にカトリーヌがウィングゼロのコックピットに入って自爆スイッチを押すことに成功し、ウィングゼロは自爆しました。スノーホワイトはその全体像が未だ明かされていない機体ですが、フローズンティアドロップ連載終了後、単行本12巻の表紙で明らかになったスノーホワイトのデザインをもとに、
ガンダムフィックスレギュレーションメタルコンポジットでは、新たにウィングガンダムスノーホワイトプレリュードが設定されました。公式解説上は、フローズンティアドロップよりヒーロが登場する幻の機体とされているので、一見スノーホワイトの全体像のように思えるものの、同時に、これはプレリュードに過ぎないとも描かれているため、スノーホワイトの全体像と見ていいのか、それともスノーホワイトのプロトタイプなのか、この機体の立ち位置ははっきりしていません。腰部に計6枚の羽で構成されたセラフィムユニットを装備していて、そこにメッサーツバークの発展型と推測されるノイエツバークを計6機装備しています。防御形態モードロンドと攻撃形態モードアンセムが存在し、火力と防御力が向上しています。以上のようにウィングゼロはもともとはテレビ版と対となるエンドレスワルツ版の2種類だったはずが、もしエンドレスワルツ版デザインのガンダムをベースにテレビ版が描かれていたらという形でアーリータイプのデザインが描かれ、さらに敗者たちの栄光やフローズンティアドロップが出たことで設定が変異していき、現在では多数のウィングゼロが見られるようになりました。他にも漫画新機動戦記ガンダムウィングティエルの衝動では、ゼロシステム試験機とされるガンダムルシフェルや一般併用簡易生産機とされるウィングガンダムセラフィムが登場。スマホゲームスーパーロボット対戦 DD ではコードギアス反逆のルルーシュとのコラボ機体としてウィングガンダムゼロリベリオンが登場するなど、多くの作品で派生機が登場しています。なおウィングゼロは設定の変異に加えて立体化の際にはオリジナルアレンジがたびたび追加されています。ガンダムフィックスレギュレーションメタルコンポジットウィングガンダムゼロでは、ゼロシステムを起動すると機体各部の装甲が展開して強制排熱を行うゼロモードが追加されていたり、ハイレゾリューションモデルでは翼が4枚のエンドレスワルツ版がアレンジされて翼が6枚になっていたりします。人気機体がゆえの宿命というべきか、今後も立体化の際にはまた新たな設定が追加されるのではないでしょうか。あれはウィングゼロか。 OZ13MS ガンダムエピオン。とりあえず今はこのエピオンを使わせてもらう。アフターコロニー145年、まだコロニーの伝説の指導者ヒーローユイが学生だった時代、リリーナやミリアルドの血縁者であるカテリナ・ピースクラフトは友人のドクター J ことジェイヌルにアイネコサムのクローンを作ってほしいと依頼しました。そしてジェイは主人の反応や声色、表情のような不確実な情報を読み取り、猫の感情を表現するプログラムとして後のゼロシステムを開発し、さらにサムの DNA から生み出された AI サムが制御するシステムとそれを搭載した戦闘機ワイバーンを作り上げました。その後カテリナはワイバーンに登場してサンクキングダムを支配していた地球連合反乱軍を懐柔したのでした。こうして誕生したプロトゼロシステムは本編に登場するモビルスーツの戦闘向けゼロシステムへと発展していくことになります。そしてトレイズはこのゼロシステムを入手し、さらにウィングゼロの設計データもオズのエージェントを使って盗み出すことで新たな機体ガンダムエピオンを開発していくのでした。ここに君の今後の生き方を示す道しるべがある。次世代のという意味を持つ機体エピオンはトレーズの哲学飛び学が反映された結果、決闘用の機体として開発されました。トレーズは地球統一連合士官学校時代にトールギスと出会い、そこにいたハワードからトールギスはたった一機で数千の敵を相手にするために作られ、モビルスーツとは本来この戦い方こそ最も有効な活用方法であるという話を聞いて、この考え方にエレガントですねと感銘を受けていました。またトレーズは戦い続けることが人間の存在意義であると考えていましたが、実際にゼロシステムで未来を見た時、それは間違いだと知りました。こうしてトレーズは後の未来のために戦う行為の答えを見つけなければならないと考え、自らの騎士や軍人としての信念を反映させた機体としてエピオンを開発しました。そんなエピオンのカラーリングは紅と黒を基調としていますが、本来トレーズは幼い頃、母アンジェリーナ・クシュリナーダと弟バン・クシュリナーダと共に旅行で見たノルウェー海の美しい流氷の光景から青と白を好み、過去には自身の部隊のモビルスーツのカラーリングを白に統一していました。また青と白は英雄の色であると考えています。しかしエピオンのカラーリングは英雄とは真逆となっています。トレーズは過去弟のバンに
ロームフェラ財団とクシュリナーだけを継承させようとしましたが、最終的にバンはコロニーから戦いをなくすために圧政を敷き暗殺されてしまい、母アンジェリーナも巻き込まれてしまいました。こうしてトレーズは自身の判断の過ちに嗚咽するほど悲しみました。この事件から支配という抑圧しか残さぬ惨めな勝利者よりも美しく己に厳しい栄光ある敗者になりたいという願望が生まれているので、エピオンは英雄とは真逆の敗者の期待という思想が込められており、カラーリングにも反映されているようです。そんなエピオンの開発経緯は2007年に発売された書籍モビルスーツエンサイクロペディアでは、対ガンダム戦闘データと宇月面基地に回収されたガンダムたちを参考にして開発した機体とされており、2012年に発売された書籍電撃データコレクションでは、トールギスとオペレーションメテオに投入された5体のガンダムのデータが反映された機体とされていました。しかしフローズンティアドロップで過去のストーリーが保管されたためか、漫画敗者たちの栄光ではウィングガンダムプロトゼロ試作0号機の設計図とゼロシステムの起動ユニットを入手してオペレーションメテオ以前から開発を開始していたという設定になっています。エピオンはウィングゼロと同等の出力を持つスラスターを搭載しているため非常に機動力が高く、劇中ではエピオンに初めて登場したヒーローが一瞬のうちにモビルドールを殲滅していく様子が描かれています。また可変機構を有しており、総流を思わせるモビルアーマー形態を取ることが可能です。ハイブメインスラスターを塞ぎ、代わりに股間部からバーニアが露出します。なお長時間の巡航を可能とするこの形態はアニメ放送当時の新機動戦機ガンダムウィング公式モビルスーツカタログなどではモビルアーマー形態、電撃データコレクションではバード形態とされていましたが、フローズンティアドロップでワイバーンが登場したことから現在はワイバーンモードと呼ばれることもあります。なお小説版ではエピオンのデザインは存在しないものの変形機構は搭載されておらず、トールギス並みの展開式バーニアを背負った機体とされており、トールギスでもガンダムでもないとされています。次にエピオンにはエピオンシステムが搭載されています。ゼロシステムと同質の操縦インターフェースであり、これはリアルタイムで戦況を演算処理して導き出される最良の戦術をパイロットの脳に直接伝達する上に、ドーピングのように身体能力を無理やり引き上げることまで可能なので、パイロットの限界を超える機体性能を発揮します。システムがパイロットのことを考えずに勝利のみを追求してしまうため、ヒーローたちのようにシステムに耐えられる強靭な精神力が求められます。私の戦う相手はこの男ではない。エピオンのコックピットにはフロントモニターがありますが、これはあくまで航行時のサポートモニターであり、戦闘時にはバイザーが取り付けられたヘルメット内部にパイロットに必要な映像や情報が投影されるようになっています。武装としては格闘戦に美しさを見出し、騎士道精神的な決闘を主目的としていたトレーズの一行により、ビームソードとヒートロッドのみが搭載されました。ビームソードは右腰部に接続されたケーブルを通じて本体のメインジェネレーターからエネルギーを直接供給しているため大出力を誇ります。劇中ではエピオンの主力兵装として使用されていることに加え、最大出力にすることでバルジを一刀両断しています。次に左腕に搭載されるエピオンシールドにはヒートロッドが搭載されています。アンチビームコーティングが施された小型のシールドに搭載されたヒートロッドは無知のようなしなやかさを持ち、敵機を絡め取って自由を奪うことも、灼熱化させて敵機に振るうことで切り裂くこともできます。テレビ内では常に伸びた状態でしたが、モビルスーツエンサイクロペディアでは数十メートルまで延伸可能とされていて、自在に伸縮可能なようです。劇中では攻撃をかいくぐりながら一瞬のうちにビルモを切り裂いていく姿が描かれているほか、ウィングゼロのバスターライフルを絡め取るといった様々な使い方がされています。なおモビルアーマー形態では尻尾のように接続され、あまり攻撃には使いにくそうにも見えますが、フローズンティアドロップではモビルアーマー形態の時にこそ最も効果的で広範囲に見せる武装と語られています。その他には両前腕部にエピオンクローを持ちます。敵機を切り裂くことが可能なほか、モビルアーマー形態のランディングギアとしても使用可能とされています。ただし作中では使用されていませんでした。このように射撃兵装を持たないエピオンですが、テレビ最終話ではウィングゼロのバルカンを避けた後、エピオン側から
謎のバルカンのような攻撃をウィングゼロに浴びせる描写がありました。エピオンが映っていないので、アニメ内ではこの攻撃の正体がはっきりわかりませんが、書籍モビルスーツエンサイクロペディアではホワイトファングによって頭部に牽制用のバルカンが設置されたとされています。この機体の能力分かっていないようだな。次に敗者たちの栄光版に登場したエピオンのデザインは大きくは変化していないものの細部が異なっています。武装もテレビ版と同様ですが、テレビ版のビームソードは右腰部のエネルギーサプライヤーからケーブル接続されているので右手で構える必要があったのに対し、エンドレスワルツ版では両腰にエネルギーサプライヤーを装着することができるので、両手どちらでもビームソードが使用可能になりました。また追加装備シュトルムーントドラングが登場しました。エピオンウィングに似た形状のこの兵装は防御形態ディフェンサーモードとビームソードを装着してさらに巨大なビーム刃を形成する攻撃形態スバイヘンダーモードという攻防一体の兵装となっています。漫画作中ではリーブラ戦でディフェンサーモードを使用してウィングゼロのバスターライフル最大出力をしのぎ切っており、さらにウィングゼロとの一騎打ちの後リーブラの動力炉を破壊する際にスバイヘンダーモードを使用する様子が描かれています。そんなエピオンはアニメ劇中ではウィングガンダムに登場するヒーローがリュクセンブルクの戦いで苦戦する中、トレーズがヒーローにエピオンを託しました。その後ゼクスが登場するウィングゼロと戦いを繰り広げた際に両者のゼロシステムがシステムダウンして一時行動不能になります。そしてヒーローはエピオンのゼロシステムが自身に馴染まないためゼクスと機体を交換し、エピオンはゼクスが登場していくことになりました。そしてゼクスはミリアルド・ピースクラフトを名乗り、ホワイトファングの指導者として戦争の根源である地球の存在を否定し、地球にリーブラを落とそうとヒーローたちと戦いを繰り広げました。私の敵は地球であり、地球の代表者たるトレーズ貴様なのだ。エピオンは射撃兵装を持たないことから一見不利にも見えますが、モビルドールを活用してカトルたちを追い込んでいく様子も見られました。また機体性能が非常に高く、接近戦では強化されたデスサイズヘルでさえパワー負けする様子も見られます。そしてミリアルドとエピオンは最終的にヒーローとの一騎打ちで敗北した後、リーブラの動力炉を破壊して爆発とともに消えました。私はどこまでも生き抜いてみせる。誰よりも厳しく戦士としてな。その後フローズンティアドロップの作中で生き残ったミリアルドは最悪の事態を考え、エピオンは破壊せずに隠して保管した方がいいと判断し、火星にいるオズスペシャルズの頃の友人エルブ・オネゲルに預けました。しかしエルブを殺害されエピオンは奪われてしまいます。そして失った左腕は銀色のものに修復され、モビルアーマー形態の機種となる脚部先端に連装ビーム砲が追加されました。そしてエピオンのゼロシステムに記憶されたミリアルドの残留思念ゼクスマーキス上級特佐の上記となります。こうしてエピオンはプリベンターの一人であるチャン・ウーフェイ改め漁師チャンが登場するエピオンパイとの激闘を繰り広げていきます。エピオンパイはエピオンの設計データをもとに漁師チャンが独力で開発した機体となります。チャンはかつての愛機同様ナタクと呼んでおり、カラーリングが元のエピオンとは異なります。武装は右腕に大型クロードラゴンハングを搭載しており、伸縮機構を持つだけではなくビームカノンとマシンキャノンも内蔵されているので射撃戦が可能です。なおモビルアーマー形態時は三つ首の竜のような姿となります。作中では漁師チャンは高い操縦技術でエピオンを圧倒していましたが、最終的にモビルドールビルゴ4も参戦したことでエピオンパイは窮地に瀕し、スノーホワイトとワーロックの協力を得てエピオンを撤退させることに成功するのでした。また再びエピオンと50機のビルゴ4と対峙した際にはゼロシステムでモビルドールにクラッキングを仕掛けながらエピオンと戦いを繰り広げたり、サーベラス3機を圧倒するなど、エピオンパイは漁師チャンのパイロット性能も合わさってその強さを見せつけるのでした。ウーフェ、システムを使いこなすようになったか。なお SD ガンダム G ジェネレーションシリーズではエピオンの支援を目的とした機体ガンダムアクエリアスが登場します。これは対モビルドール戦に対応するべくアンチモビルドールシステムを搭載した機体で、アクエリアスがモビルドールを行動不能にして
エピオンがその間に指揮機を撃破するという戦術が考案されていたという設定になっています。以上のようにアフターコロニーにおけるガンダムはトールギスに始まり、ウィングゼロが設計されるもあまりにも高すぎる戦闘力から実際には開発はされず、5機のガンダムが建造されてオペレーションメテオに投入されるという形になりましたが、カトルがウィングゼロを完成させ、トレーズがエピオンを作り上げるという流れになりました。テレビアニメ本編ではそこまでの話でしたが、エンドレスワルツによってデザインが一新され、さらに敗者たちの栄光やフローズンティアドロップにより過去の話も保管されていき、エンドレスワルツの先のマーズセンチュリーについても描かれていきました。2025年は新機動戦機ガンダムウィングが放送30周年になるので、機動武闘伝 G ガンダムのように何かガンダムウィングの新プロジェクトが出ることに期待したいところです。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。